今回は友人オルステッドとの死闘の後、ルーデウスの命を救った一人の人物について解説していこうと思うぜ。オルステッドを止めることができる人物だから、相当な実力がありそうよね。アニメでは歴戦の戦士であるルイジェルドが一瞬でやられてたわ。オルステッドは7大列強の第2位で、魔術も剣術も最高の技を持っている強敵なんだぜ。どっちも最高って隙がないわね。ルーデウスが全力の攻撃を仕掛けてもあらゆる技で返していたわ。今回の動画は、ルーデウスがオルステッドに負けてとどめを刺される直前から話していくぜ。オルステッドもルーデウスの全力の攻撃を受けて、服もボロボロでダメージを受けた状態ね。さすがルーデウスだわ。早速紹介に入るが、ここからはストーリーにガンガン触れていくことになるから、ネタバレ注意となっているぜ。そこは気をつけてくれよな。了解よ。それじゃ、早速、行くぜ。ルーデウスは訓練や魔術の研究など万全の準備をして、奇襲、マジックアーマー、道具を用いてオルステッドに全力をぶつけたが、オルステッドから致命傷を受け、さらに魔力が枯渇。作戦は失敗に終わり、オルステッドはルーデウスを殺そうと、手を伸ばしていた。オルステッドの手が視界を覆うさなか、自分が死ねば家族が全員死んでしまうこと、子供に名前を付けてやれなかったことなど、ルーデウスの脳内には様々な思いと後悔が駆け巡っていた。ここでルーデウスが死んだら、人神が子供たちを狙うことが決定してしまうものね。オルステッドの手がルーデウスに届くその瞬間、オルステッドはと声を上げ飛びのいた。気づけばルーデウスとオルステッドの間に割って入るように、一人の人間が立っていた。背の高い、女。黒っぽい服にかっこいい上着を羽織っている。手には透き通るような刀身を持つ片刃剣。ルーデウスはその髪を知っていた。腰まで届くほどの長い、ウェーブを持つその髪。原色のペンキをぶちまけたような、真紅のその髪。待たせたわね、ルーデウス。エリス・グレイラットが、立っていた。エリス、鳥肌がやばい。ここで再会するのね。これは激アツ展開だわ。エリスの背中がめちゃくちゃ頼もしく見える、無色転生の中でも特に熱いシーンだな。この後オルステッドとエリスの一騎打ちが始まるんだが、先にこのシーンに至った経緯について話していこうと思うぜ。エリスはルーデウスを神格化していた。転移事件後、いつも守られて足を引っ張りっぱなしで、自分のことを横に立つには不釣り合いな女だと思っていてさえいた。アニメでもルーデウスはすごいって何度も言っていたわよね。それでもルーデウスのことを愛していて、一緒になりたいと思っていた。どうやら、10歳の時に親に寝巻きを着せられてルーデウスの部屋に行った時から好きだったらしい。長い旅を終えたところで、ルーデウスと釣り合いの取れる女になろうとエリスは決意した。ルーデウスのように賢く生きることはできないから、ひたすら強くなろうと考えたぜ。ルーデウスとこのまま一緒にいたら、自分は彼に甘えてしまって成長できない。ルーデウスと距離を取って、剣の修行をすることを決めたぜ。じゃあルーデウスのことを嫌いになっていなくなったわけじゃないのね。嫌われたと思ったルーデウスと強くなってルーデウスを支えたいエリスでめちゃくちゃ思いがすれ違っちゃってるわ。別れ方も良くなかったよな。エリスは自分の神と今の私とルーデウスでは釣り合いが取れません。旅に出ますという手紙だけを残して旅立ってしまったぜ。これを見たルーデウスは自分が失敗ばかりで愛想をつかされたと思ってしまう。もちろんエリスはそんなことは考えていなく、しっかり話すとなんだかんだ止められてしまいそう。書き置きも長く書くと痕跡をたどられそうだからという考えで一言だけの書き置きにしたんだぜ。紙と一言の書き置きだけじゃ勘違いしてしまっても仕方ないわ。ルーデウスも自分のことをかなり低く見てるし、自分がダメで釣り合いが取れないって受け取っちゃうわね。でもエリスのそんなところが剣士らしくてかっこいいなと思うところもあるわ。ルーデウスと別れた後エリスはギレイヌに連れられ、現代最強の剣士ガルファリオンの元を訪ねた。剣の聖地当座の間。そこには剣神ガルファリオンと剣聖以上の称号を持つ、剣神流の皇帝たち。18歳の剣神の長女の剣聖ニナファリオン、14歳で最年少の剣聖であるジノブリッツの姿もあった。ちなみにこの時エリスは17歳だぜ。同じぐらいの年で剣聖になっている弟子もいるのね。エリスは剣神を前にしても、膝をつくことも、頭を下げることもなかった。それどころか、あなたのような雑魚には用はないわ、とまで言い放ってしまった。さすがにやばいんじゃ。そこにいる誰もが剣神の手によって切られると思ったぜ。だが、剣神は切らなかった。剣神はニヤニヤと笑い、いい目してやがんな。一体、誰を切りてえんだ、とエリスに質問した。友人オルステッドを切りたいと答えると、剣神はさらに笑い、ジノと手合わせしてみるようにエリスに言った。剣神が罵倒されて笑っている異例な事態に、弟子たちは終始凍りついていたと思うぜ。剣聖のジノブリッツはいけすかない少女に一泡吹かせようと立ち上がった。ジノとエリスは、他の剣聖から放り投げられた木刀を受け取る。その瞬間、初めの合図も聞かずにエリスはジノに殺気を込めて切りかかった。ジノはとっさの応戦すらできなかった。それどころか、エリスのあまりの殺気に真剣で切られたと錯覚して気絶してしまったぜ。エリスが切りかかった時、ジノはエリスの方を向いてもいなかった。卑怯だと弟子たちは思ったぜ。弟子たちの印象は最悪ね。いつ切りかかられてもおかしくないわ。剣神はエリスを咎めなかった。打ちのめされ、気絶したジノは甘っちょろいと評価した。よし、次はニナ。お前だ。
今度は中央にて向かい合ってからだ。不意打ちもいいが、用意どんでの剣も見せてくれよ。剣心がそう言うと、剣聖の一人がニナに向け、木刀を放った。受け止めた瞬間、ニナは剣聖の方を二度見した。木刀はやや重く、中に金属が詰まっている木刀であった。明らかに憎しみがこもってるわね。殺しに来てるわ。少々卑怯だが、この無礼者を殺す。先に無礼を働いたのは向こうだ。ニナはそう思った。中央にて並び、二人は構える。はじめ剣聖の合図で、ニナは木刀を振りかぶる。剣と剣が打ち合わされると、乾いた音を立ててエリスの木刀が砕け散った。まあ、そうなるわよね。ニナは勝利を確信し、あとはエリスの脳天に容赦ない一撃をぶち込むだけ。そう思った。瞬間、ニナは顔面を殴られていた。ついで顎先を打ち抜かれ、蹴り飛ばされ、気づけば、両腕を足で押さえ込まれていた。生死の言葉がかけられた時、すでにニナは数発は殴られた後、鼻血を垂らし、歯を折り、失神していた。その股ぐらからは、ちょろちょろと湯気の立つ液体が広がっている。これ以上ないぐらいの完全敗北ね。次は剣心自らエリスの相手をするんだが、一瞬でエリスを当座の間の外まで吹っ飛ばし、エリスは力の差を痛感するぜ。さすがに剣心の相手は無理か。光の太刀を習得したガキを二人ものした、という理由でエリスは剣聖の称号を与えられたぜ。そこからエリスの剣心との修行が始まる。エリスは来る日も自分の体をいじめ抜いた。剣心かギレイヌにひたすら鍛えられ続け、寝る時もギレイヌと同室だった。ニナはエリスのことを嫌っていた。同年代の弟子たちとつるみ、エリスを徹底的に仲間外れにしたぜ。いきなり来た人間にあんな恥をかかされたら当然よね。エリスはそんなニナと接点もなく、必要もなく、ニナたちと会話しようとすらしなかった。ニナはライバル関係だと思っていたが、エリスはそんなニナをしがにもかけていなかったのだ。剣の聖地から北へ1時間ほど歩いた、名もなき岬。エリス・グレイラットは剣を振る。無心に剣を振る。雑念の入った素振りは、意味のない素振りであり、雑念が入らない無心の剣であるなら、素振りを一振りするたびに自分が研ぎ澄まされる。無心の一振りをするたびに、向こうがはっきり透けて見えるほどの薄皮一枚程度の分だけ自分が強くなることにエリスは気づいた。どれだけ積み重ねればいいのか。どれだけ続ければ、オルステッドという高さに届くのか。もしかしたら届かないかもしれない。そうした雑念が浮かんでくるたび、エリスは舌打ちを一つ、頭を振り、座り込む。そして考え疲れたら再び立ち上がり剣を振る。これは剣心から教わった修行法だった。めちゃくちゃ剣士って感じの修行してるわね。考えろというギレイヌと、無言で叩きのめし、ただ分かったかというルイジェルド。剣心の教えは二つの教えを内包していた。だから、エリスは剣心を信じ、言われるがまま、剣を振った。道場を出て、まっすぐ歩いて、誰もいない岬を見つけて、そこで素振りをし、飯は道場の台所から取ってきたものを食べるか、もしくはたまに襲いかかってくる魔物を倒して食べ、眠くなったら道場に帰って自分のねぐらのある場所まで最短距離で向かい、好きなだけ眠った。ちゃんとお風呂に入っているのかしら。多分たまにしか入ってない。おう。素振りをして、疲れたら帰って寝る。そんな生活を3年間続けたある日のこと、エリスが眠気を抑えて帰ってきた時、道場の入り口に見慣れぬ男が立っていた。虹色の上着に、膝までしかない下履き、腰には4本の剣。頬にはクジャクの入れ墨があり、髪型はパラボラアンテナのように開いていた。奇抜すぎるわ。一体誰なのよ。北帝王ベールだぜ。クジャク剣の称号を持っている北神竜剣士で、エリスに北神竜の剣技を教えに来たらしい。エリスはいつものように最短距離でねぐらに向かおうとしたが、オーベールが挨拶しようと話しかけてきた。オーベールを知らないエリスはイライラしながら挨拶を無視して、どけと言いながら通ろうとした。エリスのさっきのせいでオーベールにはその言葉は届かない。問答無用で切りかかってくると感じたオーベールは右手で剣を握りしめ、構えを取った。前に入った瞬間、エリスはまるでねぐらへの最短距離に落ちている小石を蹴り飛ばすがごとくオーベールに切りかかった。せっかく教えに来てくれたのになんてことを。エリスは話の通じる相手じゃないんだぜ。素振りによって限界まで研ぎ澄まされた光の太刀をオーベールに放ったが、受け流された。エリスはそれを敏感に察知し、返す刀を振るうとエリスの剣はオーベールの左剣によって抑えられた。オーベール、めちゃくちゃ強いじゃない。エリスが北神竜とあまり戦ったことのないのもあるが、かなりの強さだろうな。エリスの体は流れ、軸足が一歩、たたらを踏むとエリスの首めがけて凄まじい速度でオーベールの右剣が動いた。エリスは剣を手放し、しゃがみ込むように地面へと転がって回避。猫のように体を反転させ、自分の剣を拾おうとすると、オーベールは即座にエリスの剣を蹴り飛ばした。普通なら勝負ありだろうが、もちろんエリスは剣がなくても殴りかかるぜ。いつもそうよね。これってもうお決まりなのかしら。オーベールはとっさに剣の腹でエリスの横っ面を首の骨がねじ切れるほどの衝撃で思い切り引っ叩いた。エリスの方に一筋の傷が残るが、それでもエリスは止まらない。
エリスはオーベールの顎先めがけて拳を振り抜く。剣を持ったままの左手で受け止めようとするとエリスの手がオーベールの左手に絡みつき、オーベールの剣を奪おうとした。エリスのその行動を見て、オーベールの背筋に寒気が走った。この獣は殺さなければ止まらないと悟った。まとわりつくエリスを乱暴に蹴り飛ばす。今まで逆に持っていた剣を持ち直した。エリスが蹴り飛ばされた場所には、運よく彼女の剣があった。エリスが剣を構え直し、オーベールが本気で構え、殺気を放った時、そこまでだ。剣心によってかけられた声で二人は動きを止め、戦闘が終わった。もう少し遅かったら、確実に死人が出ていたわ。オーベールは剣を収め、エリスは仰向けにバタリと倒れた。その顔は悔しさで歪んでいた。オーベールと剣心の会話を聞きつつ、勇気のようによろよろとエリスは立ち上がると、オーベールを一睨みし、道場へと入っていった。雪を落とすことなく廊下を歩き自室へと入り、剣を枕元に放り投げる。硬いベッドへと倒れ込むと、そのまま、泥のように眠った。その後オーベールとの修行が始まり、エリスが北西の認可を受けるのは、1年後のことであった。爆速で強くなってるわね。剣の聖地に行ったのは正解だったわ。北神流の修行を受けたら、当然次は水神流だぜ。教わるのは水神レイダリア。60を過ぎた程度の老婆で、水神流の奥義剥奪剣を極めし、東大最強の剣士の一人だ。またものすごい人物を呼んできたわね。こんな豪華な教師陣がいれば、誰でも強くなりそうな気がしてきたわ。修行が厳しくて霊夢なら3日も持たないだろうな。はい。レイダは弟子のイゾルテを連れてきていて、イゾルテに剣心流の剣術を見せてもらう代わりにエリスたちに稽古をつけるという交渉をした。同門に自分と同等の剣士がいないため少々調子に乗っているイゾルテに、目標やライバルを作らせるという目的があるらしい。剣心がその交渉を快諾すると、レイダは弟子の鼻っ柱を追ってもらおうと弟子同士の手合わせを願い出た。剣心はエリスとニナを呼び、手合わせすることとなった。呼び出されたエリスは不機嫌そうな表情を隠しもせず、しかし頭は下げた。レイダはエリスの瞳の奥に眠る、飢えた獣のごとき劇場を感じ取って、劇場を持った者に、受け身たる水神流を教えても習得はできまい、と考え、剣心にその旨を伝えたが、何にも教えなくていいさ。ただ、水神流として相手してくれりゃいいと剣心は答えた。剣心はエリスに水神流の対処法を実地で学ばせたいのだ。目的がオルステッドを殺すことだと伝えると、レイダは本気でやるのであれば面白い、とすら思った。強い剣士はオルステッドを相手にすると伝えると、みんなノリノリになる傾向にあるわね。剣士はそういう生き物なんだろうな。強い奴がいたら挑まずにはいられないってわけだ。というわけで、レイダは納得し、弟子同士の手合わせを始めることにした。1時間後、エリスは道場の真ん中に倒れていた。イゾルテに完膚なきまでに叩きのめされたのだ。孤独な素振りによって研ぎ澄まされたエリスの一撃はギレイヌに迫るレベルの鋭さと重さを誇り、独自のリズムから放たれる一撃は回避を困難とする。そこに北神流の技も加わり、エリスの戦闘力はそこらの剣聖をはるかに凌駕しているはずだった。だが、エリスの剣は、イゾルテに一切触れることはなかった。イゾルテどんだけ強いのよ。そんなエリスの隣には、イゾルテが倒れていた。ニナに負けたってこと？そうだぜ。エリスを倒し、勝ち誇っていたイゾルテを圧倒したのはニナだ。所詮、剣心流など速度と勢いだけの野蛮な剣、洗練された水神流の技を破れるはずがない、と考えていたイゾルテの思い上がりをニナはあっさりと打ち破ったぜ。ニナの放った斬撃はイゾルテに反応を許さず、その側頭部に吸い込まれイゾルテはあっさりと昏倒した。つまりニナが現時点では一番強いってこと？どうやらそういうことじゃないらしい。面白い結果になったと剣心は言ったが、レイダにとっては分かっていた結果だった。エリスは殺気をむき出しにして戦い、ニナは一切殺気を出さずに戦った。むき出しの殺気を隠そうともしない野獣は、水神流にとってはカモである。確かに、水神流はカウンターが基本だから、今から切るぞって顔してたら受け流すのも簡単よね。そういう理由でエリスはイゾルテに負け、イゾルテはニナに負け、ニナは多分エリスに負ける。という状況になったぜ。相性って大事なのね。その様子を見た剣心と水神は話し合いを行い、3人に合同で稽古させることにした。それから3人は1日に何度か手合わせをしては、意見を交換し合った。イゾルテはすぐに殺気を出しすぎだとエリスに伝え、そこからエリスは殺気を消すための修行を始めた。エリスは殺気の消し方など全くわからず、ニナにどうやって消すのか質問したが、ニナもわからなかった。エリスがなかなか風呂に入らずに、臭くて困っていたニナは、毎日お風呂に入って、体を洗って、ご飯食べて、暖かい布団でレイの大好きな彼のことでも考えながらぐっすり寝てみなさいよ。そうすれば殺気は消せると出任せでエリスに言うと、エリスは全く疑わずに真に受けた。ルーデウスのことを考えると、エリスの口元にはニマニマとした笑いが出てきた。そこでエリスは気づく。この状態なら殺気は出ていないと。なるほど。天才ね。1年後、エリスは水王イゾルテと互角以上の戦いができるようになっていた。さらに修行を続け、エリスが20歳になった頃、剣心はエリスに教えることはもうなくなっていた。剣心はエリスに剣王の称号を与えるとともに、免許改伝も授けることを伝えた。
謙信が免許皆伝を授けることは珍しく、ギレーヌですらもらえなかったものらしい。ルーデウスの元に戻ることを決めたエリスは、道場の入り口で馬を連れてくるギレーヌを待って立っていた。エリスは黒を基調とした動きやすそうな上下に、謙信流の牽制に与えられる、伝統的な上着と街灯を羽織っていたぜ。ねえ、ニナ、本当におかしくないかしら。はいはい、全然おかしくないわ。すごく立派よ。そんな会話をエリスとニナがしているとやがてギレーヌが2頭の馬の手綱を引いてきて、別れの時が近づいた。ニナがこの数年の思い出を思い出しながら、涙を浮かべ、最後の言葉を言って送り出そうとした時、手紙が届く。チワース。郵便です。サインお願いしますと、そこに能天気な声が響いた。感動のお別れシーンが台無しね。手紙がルーデウスからのものだと知ると、エリスは即座に馬から飛び降りて、男から封筒を奪い取った。そのまま封筒を破こうとしたところ、男が慌てた顔でエリスの肩を掴んだ。エリスの肩を掴めるなんてただものじゃないわね。ちょっと、サインお願いしますよ。ああ、サインか。エリスは汚い字でエリス・グレイラットという名前を書くと、手紙を開け、読み始めた。結局自分の力では手紙を読めなかったエリスは、近くにいたイゾルテに読んでもらうことにした。手紙にはエリスと別れて3年間辛かったこと、嫁が2人できたこと、3人目の嫁としてエリスを受け入れられること、どうしても許せないというのなら、エリスの拳を受け入れる覚悟があること、が書かれていた。その文面を聞くとエリスは固まり、その瞳は光を失った。あれ、もう1枚ありました。イゾルテがもう1枚の手紙を見つけると、そこにはルーデウスが今からオルステッドに挑む予定だということが書かれていた。その手紙の内容にそこにいた全員が戦慄したが、エリスの口元だけは笑みを浮かべ、目には光が戻っていた。急がないと、遅れちゃうわね。エリスが馬に飛び乗り、馬を走らせると、ギレーヌはそれを追った。手紙を届けてくれた男を弾き飛ばしながら遠ざかっていく二人を、ニナとイゾルテはただただあっけに取られて見送った。ルーデウスがオルステッドと戦闘を始める数日前、エリスとギレーヌは魔法都市シャリーアに到着した。旅を急ぐあまり森をショートカットしようとして迷ったり、魔物の巣に突っ込んだり、チンピラの喧嘩を買って大立ち回りになったり、ひどい旅をしながら二人はなんとか到着したぜ。この二人だけだとやっぱそうなるわよね。シャリーアに入ってからは、ルーデウスの家を簡単に見つけることができた。ルーデウスはシャリーアではもう有名人だもんね。そこら辺の人たちに聞けばすぐわかるわ。家を見つけたが、エリスは門の前で仁王立ちをして静止し、なかなか中に入ることはできなかった。むしろルーデウス家の誰かが見つけてくれるのを待っていたぜ。エリスにしては珍しいわね。ガンガン中に入っていきそうだけど、買い物の最中に妻に尻を撫で回して怒られてた。子供みたいな女を嫁にした。二人も妻にするなんざ、ミリス教徒の風上にも置けない。ルーデウスの嫁に関して、そんな噂を情報収集の中で聞き、エリスはそれを気にしまくっていた。ルーデウスの嫁に対面した時、どうすればよいのかエリスはわからなかったのだ。そのまま小1時間ほど時が経ち、エリスにずっと気づいていた愛車がとうとう声をかけた。小1時間仁王立ちだったの？その間ギレーヌは何してたのよ。知らないぜ。愛車は二人を屋内に入れて学校にシルフとロキシーを呼びに行き、その間リーアが二人にルーデウスの現状を説明したぜ。やがてシルフとロキシーが帰ってくると、二人はエリスのよく育った胸や尻に戦慄したが、会合は和やかに進んだぜ。しかし話が進み、ルーデウスが一人で戦闘に向かったことを知ると、エリスはルーデウスを殺す気なのか、と二人を糾弾した。シルフィはそうするつもりだったけど足手まといになるし、ついてくるなと言われたんだよ、と、涙ながらに反論したぜ。その言葉を聞いたエリスは、自分がいない間ルーデウスを支えていたのはシルフィやロキシーだったということを思い出し、それと同時に、自分には足手まといにならないほどの二人にはない力があると、少しの嫉妬と優越感を感じた。自分ならルーデウスを助けられると声高にエリスは宣言すると、シルフとロキシー、ギレーヌの3人を連れてルーデウスを追った。それからエリスは目的地に急ぎ、やや通り過ぎ、大爆発を見て戻ってきて、戦いの音を聞いて、探して、血眼になって探して、やっとの思いで死にかけているルーデウスを見つけて、飛び込んだ。本当にいろんなことがあったのね。待たせたわね、ルーデウス。ギレーヌ、背中は任せるわ。エリスは謙信にもらった名剣、砲火龍剣を大上段に構え、オルステッドと相対した。砲火龍剣は相手の闘気をほぼ無効化する強力な剣だぜ。オルステッドの防御力が闘気由来のものなら、超有効な能力の剣ね。正解だぜ。謙信によるとオルステッドは、反則みてえな防御力を持った闘気を持っているらしい。構えを取るエリスに対して、オルステッドは構えを取らず、怪げそうな顔で倒れ伏したルーデウスの方を見るだけだった。エリスはその瞳を見ながら、オルステッドをじっくりと観察したぜ。上半身は裸で、至るところから血が滲んでいる。頭からも血が流れており、全体的に気だるそうでダメージは蓄積している様子。右手には反りのある剣も持っており、選定眼がないエリスでも、それが相当のものであることが分かった。ルーデウスがここまでダメージを与え、剣まで抜かせたのだと考えると、言い知れぬ感動すら覚えた。だが、自分ではオルステッドを倒せない。
エリスは退治した瞬間に悟っていた。エリスはルーデウスがシルフィの回復魔術によって回復されるのを待ったぜ。目の前にはまるで無防備なオルステッドがいたが、それがブラフで、飛び込んでくるのを待っていることをエリスは見抜いていた。昔のエリスなら騙されていたわ。レイダたちとの腫瘍が生きているわね。絶対に、先に手を出すな。奴の推進流は神級の域に達している。返し技で殺される。エリスは献身の言葉を思い出し、その意味も水王イゾルテとの訓練によって身をもって知っていた。だから決して先手を取らなかった。エリスがどういった人間かをループによって知っているオルステッドにとっては、驚くべきことだったぜ。来ないのかと煽ってみても全く動かないエリスを確認すると、オルステッドは自分から仕掛けることを決めた。光の太刀を放つオルステッドの最高速度に達していない手を切り落とす。それがエリスが剣心に教わったプランだった。ただし剣心によると、オルステッドが両手で剣を構えたら、左と右、上と下の2つの2択を、山間を張って当てないと止められないらしい。確率は4分の1ね。だが、今回は違ったぜ。オルステッドは右手一本で光の太刀を放った。だから右手の方向から放たれることが確定したぜ。ラッキー、確率が上下の2分の1になったわ。剣心流奥義、光の太刀。オルステッドの手が凄まじい速度で放たれる。剣心流奥義、光返し。同時にエリスの剣が振り落とされた。エリスはオルステッドの光の太刀が下から放たれることを当てたぜ。オルステッドの剣と手首が宙を舞う。エリスは確かな手応えを得たが、オルステッドは次の瞬間、驚くべき行動に出た。左手で宙を舞った手首をキャッチし、即座に腕へと繋げ、浮いた状態を無駄にしないように、回し蹴りを放った。曲芸も神級なのかしら。エリスはこの襲撃を回避した。剣心にこの行動もあり得ると聞いていたのだ。オルステッドは最悪でも片手がないと治癒魔術が使えなくなってしまうから、4分の1で両手を切り落とされることを嫌い、片手で光の太刀を放つことで2分の1でエリスを殺し、それがダメでも治療ができる、確実に負けない選択肢を取ったんだぜ。確かに、そう考えると背筋が凍るわね。エリスは半歩後ろに下がることで蹴りを回避し、追撃に放たれた人を、返す刀に手打ち落とした。光の太刀ではないエリスの斬撃は、オルステッドに傷をつけることができなかったぜ。オルステッドは無傷でその場に立ち、やや遅れて、オルステッドの剣が、トスと音を立てて背後の地面に突き刺さる。オルステッドはたった一度の治癒魔術で、ルーデウスが負わせたダメージも、エリスが切り落とした手も、全てを完全に治療した。うわぁ、ゲームのボス戦でボスが回復してきた時と同じ怒りを覚えるわ。この戦い方、剣心の入れ知恵か。よほど気に入られたようだな、エリス・グレイラット。オルステッドはエリスに話しかける。エリスは剣を上段へと戻した。心を研ぎ澄ませ、平穏を保つ。オルステッドの次の言葉は、大きかった。ガルファリオンの寝所にて、武勇伝でも聞かされたか？その言葉はルーデウスたちにも届いていた。うまくいけば挑発してくる。ということも剣心から伝えられていた。故にエリスは動じない。そうか。本当に強くなったのだな。オルステッドは、ただ一言、寂しそうにつぶやいて、両手で手刀を構えた。エリスはそれを見て、剣心の最後の言葉を思い出していた。奴は、初めて見る技は、観察しようとする癖がある。それが奴の弱点かもしれねえ。エリスは砲が勇剣に添えられた左手を腰の左側、ミグルドの里でもらった名なき愛剣へと移動させた。右手の身の上段に持たれた砲が勇剣と、鞘に収められたままの無名。変則的な二刀流。エリスは片手で光の太刀を放てないから、この状態からでは光の太刀を出せないぜ。一体何をするのかしら。無駄な構え。無駄な動き。だからこそ、オルステッドの動きが止まった。エリスは剣つばに指を引っ掛け、剣を抜き放つ動作のまま、オルステッドに向かって剣を投擲した。エリスの左手は、投擲した勢いを殺さず、そのまま上段に構えた剣へと移動した。できうる限りの最速を持って、左手を砲が勇剣へと移動し、到達すると、一瞬のタイムラグすらなく、光の太刀を放つ。中空に投げられた無名の剣を追い抜いたその斬撃はオルステッドの脳天へと最短の距離を走り、最速で打ち込まれた。頭に光の太刀が入ればさすがに死ぬでしょ。キンと、音がした。そこには真剣白羽取りで光の太刀を防いだオルステッドが立っていた。思った以上だ。だが、これで終わりか？オルステッドは言った。エリスが振り返ると、治療を終えたルーデウスが立っていた。ルーデウスを入れてこれから2対1ね。これからよ。エリスはルーデウスと戦うつもりだが、ルーデウスの心はすでに折れていた。足はガクガクと震え、顔面は蒼白、唇は紫色で、今にも死にそうな顔でシルフとロキシーに支えられて、立っていた。ああ、そういえば魔力も枯渇していたわね。これじゃダメだわ。エリスはそれを見て覚悟を決めた。あなたたちはルーデウスを逃がしなさい。エリスがそう叫ぶと、シルフとギレイヌは一緒に戦うといい、ロキシーは逃げるべきだと言った。そんな4人を無視して、オルステッドは叫んだ。ルーデウス・グレイラット。俺は貴様が人神に組みする限り、逃がしはしない。この場にいる全ての人間、街にいる全ての人間を皆殺しにしてでも、お前を追い詰めて殺す。人神の言葉など信用しないが、人神が本当にお前の言った言葉を吐いたのであれば、お前を殺した上で、お前の子供をかどわかす。
その言葉でルーデウスの震えが止まり、瞳には殺意が灯った。まだ戦うの？続けてオルステッドは言った。だが、闘神を模倣した貴様の鎧と、ラプラスの因子を持つその魔力、そして俺の呪いの効かぬ貴様の体質には、利用価値がある。人神を裏切って俺につけ。まさかの展開。そうすれば、俺に奇襲をかけた剣は水に流し、貴様の腕の怪我も治療しよう。ルーデウスはオルステッドの小姉に、あるものが含まれていることに気づいた。喉の奥の震えに気づいていた。選べ、ルーデウス・グレイラット。人神につき、俺の手で全てを失うか、俺につき、共に人神と戦うか。ルーデウスは、よろよろとロキシーの手を離れ、よろめいてシルフィに抱きつき、エリスの脇を抜けて、オルステッドの足元へと倒れ込んだ。両膝をついたまま、オルステッドを見上げた。本当に、人神の手から、家族を守る方法が、あるんですか？ある、奴は強大な未来史を持つが、全てが見えるわけでも、全知全能なわけでもない。オルステッドは答えた。ルーデウスはさらに質問した。その方法は、絶対に、大丈夫なんですか？絶対ではない。俺も、奴の力を全て把握しているわけではない。オルステッドは断言しなかった。大丈夫だとも、安心しろとも言わなかった。だからこそ決断した。俺は、友人あなたの下につきます。助けてください。ルーデウス・グレイラットは友人の配下となった。今回の動画はここまでだ。大好きなシーンだから詳しく説明した結果、長くなってしまったぜ。問題ないわ。展開が面白すぎて、マリサがこのシーンが好きっていうのも納得だわ。この一瞬のため、大好きなルーデウスを守るために頑張ったエリスのことを考えると泣けるシーンだよな。あのままずっとルーデウスと一緒にいるという選択もできたのに。本当に強いわ。あと、オルステッドの配下になったって言ってたけど、ひどいことされないか本当に心配ね。オルステッドの配下は、かなりホワイトだから大丈夫ということだけ言っておくぜ。ホワイト？想像できないわね。そこら辺も今後話していこうと思うから、次回以降の動画も期待して待っててほしいぜ。みんなも今回の動画の感想をコメント欄でどしどし教えてくれよな。チャンネル登録と高評価もよろしくね。それではご視聴、ありがとうございました。